今日もお仕事お疲れ様です。会社員のひなだです。お疲れ様です。INFJ です。よろしくお願いします。突然ですけど、INFJ さんは自分の性格について、なんで自分はこんなに複雑なんだろうって思ったことありませんか？他の人には理解されにくいし、自分でも自分がよくわからない時がありますよね。はい、まさにその通りです。特に30代を前にして、自分が何者なのかわからなくなることが多くて、周りの人と比べて、なんでこんなに生きづらいんだろうって悩むことがあります。実は、それには、ちゃんとした理由があるんです。今日は、心理機能っていう概念を使って、その謎を解明していきましょう。心理機能っていうのは、簡単に言うと、心の中にある4つの異なる働きのことなんです。人間の心を船に例えると、この4つの機能がそれぞれ違う役割を持ってるんです。まず、主機能っていうのは船のキャプテン。これが一番得意で自然に使える機能ですね。次に、補助機能がキャプテンをサポートする役割。そして、第3機能と劣等機能は、普段はあまり使わないけど、時々顔を出す機能なんです。なるほど、4つの機能がそれぞれ違う働きをしているんですね。そうなんです。特に INFJ の場合、この4つの機能はかなり特殊な組み合わせになってるから、自分は複雑って感じるんです。この4つの機能を理解すると、なぜ自分は使いやすいのか、なぜ人間関係で悩むのかが全部わかるようになるんです。特に最後に紹介する劣等機能を知ると、今まで自分を責めてた部分は実は性格的特徴だったって気づけるから、動画の最後まで見てもらえると嬉しいですね。というわけで今回は INFJ の4つの心理機能について、それぞれの特徴と日常生活での現れ方を具体例を交えながら徹底解説していきます。まず最初に紹介するのは INFJ の主機能である内向直感、略してNI です。これは INFJ にとって最も自然に使える、いわばスーパーパワー的な機能なんです。スーパーパワーですか？そんな風に感じたことはないのですが。それが面白いところなんですよ。INFJ にとってNI は当たり前すぎて自分では気づかないことが多いんです。例えば職場で新しいプロジェクトの話を聞いた時、他の人はまだ詳細を理解しようとしてる段階で INFJ さんはもうこれは3ヶ月後にこういう問題が起きそうだなって直感的に分かっちゃうことありませんか？それはあります。でもなぜそう思うのか説明を求められると困ってしまうんです。なんとなくとしか言えなくて。まさにそれが NI 機能の特徴なんです。NI っていうのはパターン認識と逆算思考が得意な機能なんですよね。具体的に説明すると、1000ピースのジグソーパズルがあったとしますよね。普通の人は端っこから順番に組み立てていくけど、 INFJ は箱の絵を見て、これは富士山の絵だなって先に全体像を把握してから重要なピースだけを選んで組み立てていく感じなんです。なるほど、確かに全体像を先につかみたがる傾向はあります。細かい作業より大きな流れを理解したいんです。ただしここに落とし穴もあるんですよね。全体像を先に作っちゃうから、透明なピースを勝手に埋めて完成させちゃうことがあるんです。つまり実際には存在しない情報をあるものとして処理したリスクがあるってことですね。それで時々勘違いをしてしまうんですね。思い込みが激しいと言われることがあって、気をつけなければと思っていました。次に紹介するのは INFJ の補助機能である外交感情、略してレフイです。これは INFJ の対人関係における中核となる機能なんです。対人関係の中核というとどういうことでしょうか？簡単に言うと INFJ さんが空気を読む能力の正体がこのレフイなんですよ。例えば会議室に入った瞬間に、なんか重い雰囲気だな、 A さんと B さんなんか気まずそうって感じ取れたりしませんか？はい、それはよくあります。場の空気や人の感情の変化には敏感だと思います。INFJ は自分がどう感じるかよりも相手がどう感じるかを優先する傾向があるんですけど、これも FE 機能の特徴なんですよね。具体例を挙げると、友達から今度の休日一緒に出かけないって誘われた時、本当は家でのんびりしたい気分でもせっかく誘ってくれたからって理由で付き合っちゃうことが多くありませんか？まさにその通りです。断るのが申し訳なくてつい無理をしてしまいます。相手をがっかりさせたくないんです。でしょ。これが FE 機能の働きなんです。相手の気持ちを察して調和を保とうとするんですよね。ただしこの FE 機能には大きな問題もあるんです。それは疲労の原因になりやすいってこと。常に相手の感情をキャッチして、それに合わせて自分の行動を調整してるから、知らず知らずのうちにエネルギーを消耗しちゃうんですよ。それで人といすぎると疲れるんですね。一人の時間がないと本当に辛くなってしまいます。その通りです。まるで24時間営業の共感センサーが働いてるような状態ですからね。これは雨じゃなくて INFJ の生理的な特徴なんです。3つ目は内向思考、略して TI っていう機能です。これは INFJ の内なる分析者、批評家みたいな役割を果たしてるんです。批評家ですか？確かに心の中でいろいろと分析してしまうことがあります。そうなんですよ。この TI 機能は INFJ が論理的に物事を分析したいって思った時に働く機能なんですけど、第3機能だから使い方は不安定なんですよね。
例えば、職場で新しいシステムが導入された時、このシステムの問題点は〇〇で、改善案は何々でって、細かく分析したくなることがありませんか？はい、あります。でも、その分析が正しいのか自信が持てないことも多くて。まさにそれが第三機能の特徴なんです。的確な時もあれば、的外れな時もあるんですよね。特に若い INFJ は、この TI 機能をうまく使えないのに批判的になりがちで、あの人の言ってることは論理的におかしいとか、このやり方は効率の悪いとか、心の中で批判しちゃうことが多いんじゃないでしょうか。耳が痛いです。確かに、心の中で批判的になってしまうことがあります。でも、それを表に出すのは躊躇してしまって。でも、適切に発達した TI は INFJ にとって強力な武器になるんですよ。NI と FE で得た洞察や感情的な理解を論理的に整理して説明できるようになりますからね。最後に紹介するのは INFJ の劣等機能である外交感覚、略して SE です。これは INFJ にとって最も苦手な機能なんです。最も苦手な機能、心当たりがありすぎて怖いです。例えば、車の運転はどうですか？多くの INFJ が運転を本当に苦手って感じることもあるんじゃないでしょうか。特に運転しながら同時に何か別のことを構えるのは本当に難しいですよね。はい、運転は本当に苦手です。集中しないと危険だと分かっているのに、つい他のことを考えてしまって。あと、細かい作業も苦手ですよね。例えば、駐車場で自分の車を見つけるのに時間がかかったり、どこに止めたか忘れちゃったりすることがあるんです。あ、それもあります。大きな駐車場だと本当に困ってしまいます。車を探してうろうろしている自分が情けなくて。そういう経験、INFJ には結構多いんですよね。これは SE 機能が劣等だから、具体的な感覚情報を正確に処理するのが困難だからなんです。でも面白いことに、この SE 機能は無意識下における主機能とも言えるんです。INFJ の直感的な洞察って、実は外界から SE 機能が収集した大量の感覚情報のベースになってるんですよね。無意識レベルではものすごく多くの情報をキャッチしてるんです。なるほど。だから時々、なんとなくわかることがあるんですね。ただし、SE 劣等の影響で INFJ は外界の刺激に圧倒されやすいんです。人を見、大きな音、強い光なんかにすぐ疲れちゃうのは、この SE 機能が未発達だからなんです。確かに、ショッピングモールとか、すぐに疲れてしまいます。というわけで、INFJ の4つの心理機能について解説しました。自分の複雑さの理由が分かって、とてもすっきりしました。これまで自分を責めていたことが、実は性格的な特徴だったんですね。そうなんです。INFJ が生きづらいって感じるのは、これらの機能がバランスよく発達してないことが原因の場合が多いんです。特に30代を前にして悩んでる INFJ は、自分は欠陥があるんじゃないかって思いがちですけど、そうじゃないんです。ただ、自分の機能構造を理解して、適切に使い分けることを真似ればいいだけなんです。NI の洞察力は本当に貴重な才能だし、FE の共感力も現代社会で求められてる能力ですからね。TI 機能も発達させれば論理的思考力が身につくし、SE 機能も少しずつ鍛えれば日常生活がもっと楽になります。ありがとうございます。自分の特徴を理解して、それを活かす方法を考えてみたいと思います。あまり無理せず頑張りましょう。自分の心理機能を理解できた INFJ は本当に強いですからね。同じ INFJ で似たような悩みを持っている方は、みんなの体験談をコメント欄で教えてくださいね。みんなで情報を共有して、お互いに成長していきましょう。というわけで今回の動画はここまでです。また次回お会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。